涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。明けましておめでとうございます。見上げていたあの夜も。スキリズムの動画講座で日本語を担当しているフォンです。現在、早稲田大学の社会科学研究科の博士課程で勉強しています。hẳn đã có rất nhiều bạn biết mình hoặc gặp mình ở đâu đó trong các lớp học online。今、スキリズムではフォンさんたちと一緒に EJU 対策の講義動画を作っています。 EJU は日本の大学に入るための試験ですね。2025年は私もスキリズムの映像講義や YouTube 動画に参加していきます。さて、今年の干支はヘビですね。今回はヘビに関する日本語の言葉を紹介していきます。ヘビが苦手な人も多いと思いますが、実はとってもすごい動物なんですよ。少なくとも私はそう思っています。この動画では教科書ではあまり習わない日本語もたくさん出てきます。知っていると日本語の勉強がちょっと楽しくなると思いますよ。では始めましょう。はいこんばっちゃうね。通常ヘビは漢字でこう書きます。普段ヘビという意味で使うときはこの漢字ですので覚えておいてくださいね。でも、を漢字で書くときはこのようにあんまり書きませんね。そうですね。干支に使うときはこうなります。読み方はみ年と言ったりヘビ年と言ったりします。この漢字の音読みはしで、訓読みはみです。でも日本に住んでいてもあんまり使ったり目にすることはありません。そうですね。私もしという音読みは知りませんでした。ほとんどの場合、十二支の6番目、ヘビ年という意味で新年に見るくらいですかね。そもそも十二支は12個の漢字で年月や時刻、方角を表すためのシステムです。みはその中の6番目の漢字で覚えやすいようにヘビという意味が加わったそうですよ。動物としてのヘビを見てみましょう。生物学的に言うと、私たち人間は哺乳類ですね。哺乳類には身近にいる犬や猫から海に住むクジラやイルカがいますね。そしての動物の多くも哺乳類です。はい、そうですね。でもヘビは哺乳類じゃないですよね。ヘビは日本語では爬虫類と言います。爬という漢字は地面を這うという意味があります。這うは体を低くしてほとんど体を地面につけながら前に進む感じです。そして虫は虫という意味ですよね。はい。その他に虫のように小さい哺乳類以外の生き物を表すこともあります。そうなんですか？昔は学問もあまり発達していませんでした。つまり昔から正確な分類をしていたわけではないんです。だから結構曖昧で虫っぽいものは全部虫だったんです。なるほど。爬虫類にはヘビの他にカメ、トカゲ、ワニなどがいますね。そして去年の竜を除けばヘビは干支の中で唯一の爬虫類です。爬虫類の特徴といえばやはり硬い鱗ではないでしょうか。鱗は魚や爬虫類の皮の特徴ですね。フォンさん、硬い鱗を持つ爬虫類が成長、大きくなるとき何をしますか？なんだっけ？日本語で脱皮と言います。漢字で書くとこうです。皮と脱ぐで脱皮ですね。特にヘビは手足がないのできれいに脱皮することができます。きっと気持ちいいでしょうね。
この脱皮という行動から日本でヘビは復活と再生を象徴する動物として考えられています。ちなみに再生という日本語には音楽や動画を再生する、つまり英語のプレイバックという意味もありますので覚えておきましょう。ヘビの体には驚きがたくさんあります。まず、手足がない体はヘビの体の最大の特徴と言っていいでしょう。そしてほとんどのヘビが針のように鋭い牙を持っています。ヘビの牙は獲物に刺して固定する機能があります。さらにヘビの中には毒を持つ種類もいます。毒を持つヘビを毒ヘビと言います。驚くべきヘビの能力として、私たち人間には見たり感じたりできないさまざまな情報を集めることができます。代表的な例として、ヘビは熱による赤外線情報を感知することができます。赤外線は熱を可視化する、つまり見えるようにするサーモグラフィーなどに使われていますね。ヘビは暗くても獲物の場所がわかるんです。手足はないけどすごいハイスペックですよね。そうやって見つけた獲物は相手が大きくても噛まずに丸飲みにします。それを可能にするのが顎の構造です。ヘビには顎の関節が両側に2つあるので、縦方向に大きく開けることができます。さらに下の顎、下顎が左右に広がるので、横方向にも開くことができます。自分の頭よりも大きい獲物を丸飲みにしたら、体全体を使ってゆっくり食べ物を消化します。なんだかヘビの食事は見ているだけで疲れてしまいますね。ところがそうでもないんです。ヘビはとてもエネルギー効率がいい。日本語で言うと省エネなんです。具体的に言うと、ヘビが食事をするのはだいたい1週間に1回から2回程度。種類や大きさによっては1ヶ月から2ヶ月くらい何も食べなくても生きていけるんだそうです。ヘビはエネルギーの消費がとても低い。つまりエネルギーをたくさん使いません。手足を使わず滑るように移動しますから、エネルギーをほとんど使いません。地面を移動するときも木に登るときも同じくらい少ない力で移動します。それってかなりすごくないですか？食べるときも噛まずに飲み込むので、あまり疲れないそうです。そして消化速度もとても遅いです。1週間くらいかけてゆっくり消化します。とにかく無駄な動きが少ないんですね。ヘビはとっても省エネです。ぜひ知っておいてくださいね。ヘビの体がすごいことが分かりましたね。今度はヘビの移動や行動を日本語でチェックしましょう。ヘビには手足がありませんから、歩くという動詞はあまり使いません。その代わり、ヘビの移動には這うという動詞を使うことが多いです。這うという動詞の変化形はこちらです。這うは体を低くして、あるいは地面に体をつけながら移動することでしたね。ヘビがすごいのはここからです。ヘビの場合、這うといってもいろいろなバリエーションがあります。例えば S 字に体をくねらせる移動や、シンプルに直進する移動です。特に S 字で前進することを日本語で蛇行と言います。まさにヘビが行くと書くんですね。ヘビはこのようにして様々な地形を進むことができます。砂の上や水の上、水の中、土の中、
狭いところや木の上などどんなところにも行けます。這う、泳ぐ、掘る、登るといった移動をさまざまな地形で実行できます。そしてそれらの行動に使うエネルギーはほとんど変わらないんです。これは実際に私がヘビに追いかけられた時の映像です。追いかけられたといっても水の上でです。すごい。結構素早いですね。はい。水の上を滑るように泳いだり、水の上で止まったりしていました。しかもあまり頑張っていないです。もし人間だったら泳いだり地面を掘ったり木に登るとすごく疲れますよね。それを考えるとやはりヘビはすごいです。もう一つヘビの特徴的な行動を紹介します。ヘビがこうやってぐるぐるになっているのをよく見ませんか？ヘビの絵とかでよく見ます。そうですね。この状態をとぐろとかとぐろを巻くとか言います。とぐろを巻くことで360度すべての方向を見やすくしています。そしてどの方向にも攻撃したり移動したりすることができます。また長い体をまとめることで守りやすくしています。デザイン的にもかっこいいですね。ヘビは寒いところを除く世界中のほとんどの場所にいます。まずは日本でよく見るヘビの名前をチェックしましょう。アオダイショウ。アオダイショウは日本でよく見る有名なヘビです。日本の干支では白いヘビ、白ヘビのデザインがよく使われますが、これは白いアオダイショウのことです。白ヘビはとても珍しいので、神様の使いとして日本では大切にされています。一般的なアオダイショウは人が住んでいるところによくいるヘビなんだそうです。私も家の近くで何回か見たことがあります。ちなみに毒はありません。大将は将軍という意味ですね。はい、そうですね。リーダーとかすごい人っていう意味もあります。若くて元気な人とかリーダーを若大将って言ったりします。ドラえもんのジャイアンはガキ大将って言います。シマヘビ。こちらも毒のないヘビです。4本の縞模様、ストライプがあるのでシマヘビです。アイランドという意味の島じゃないことに注意です。水の上で私を追いかけたヘビが多分このシマヘビです。素早い泳ぎが印象的でしたね。マムシ。太くて短くて三角形の頭が特徴的なヘビです。確かやばいやつですよね。そうですね。マムシは毒ヘビ。毒を持っています。やばいです。毎年2000から3000件くらい噛まれたという報告があるそうです。死亡例はそのうちの5から10件程度なので、噛まれたら絶対死ぬというわけではありません。もし噛まれたら落ち着いて救急車を呼びましょう。走ったり激しく動いたりすると毒が早く体に回ってしまいます。ですからあまり動かないで救急車を呼ぶ方がいいです。日本の救急車は119番です。ハブ。沖縄の毒ヘビですね。はい。こちらも有名な毒ヘビですが、最近の死亡例はほとんどないそうです。それでも重症になる可能性が高いので気をつけましょう。大きな三角形の頭が特徴です。ヤマカガシ。聞いたことないですね。マムシやハブほど有名ではありませんが、ヤマカガシの毒はそれらよりも強いそうです。じゃあかなり危険なんですね。そうですね。でもかなり臆病な性格らしいので、死亡報告自体は少ないそうです。赤や黒、黄色など色鮮やかな体が特徴です。
ちなみにフォンさん、ベトナムにはどんなヘビがいますか？そうですね。ベトナムにはいろんなヘビがいますよ。有名なのは巨大なニシキヘビとか、毒ヘビとして有名なコブラなどです。ヘビは昔から暮らしの一部でしたが、現在ヘビの毒から新しい薬を開発したり、様々な研究が進んでいます。世界にはヘビに関する伝説がたくさんあります。その中から有名なものを日本語でいくつか紹介します。ナーガ。あ、これは見たことあります。インド神話から生まれたヘビの神様です。天気を操ることができるそうですよ。東南アジアではよく見かけるかもしれませんね。私はタイやカンボジアを旅行した時よく見ました。ヤマタノオロチ。古文が好きなフォンさんはよく知ってるんじゃないですか？もちろん。これは日本の神話に登場する怪物で、基本的には悪役として登場します。ヤマタというのは頭が8つ、8個あるということです。山田ではないですよ。ヤマタです。オロチというのは大きな蛇のことですが、そこにモンスターみたいな意味が含まれている場合が多いです。メデューサ。これはギリシア神話ですね。はい、髪の毛が蛇の女性の怪物です。お互いの目を見ることを目が合うと言います。メデューサと目が合うと石になる、石化してしまうそうですよ。いろんな映画やコミックにもメデューサのモチーフが出てきますね。土の子。土の子？ポケモンですか？土の子をモデルにしたポケモンはいるみたいですね。土の子っていうのは日本にいるとされているユーマ、未確認生物です。頭が大きくて短くて太いヘビだそうです。目撃例はありますが、いるかどうかは分かりません。でも日本では結構有名で、漫画とかアニメに珍しい生き物としてよく出てきます。さっきのユーマって何ですか？未確認の動物のことで、ほとんどがオカルトです。ユーマという言葉は日本人が作った和製英語で、英語で言うと cryptid です。具体的な例としては、アメリカのビッグフットやヒマラヤのイエティ、イギリスのネッシーなどです。最後にヘビを使った言葉をいくつか紹介します。日常的にも結構使ったりするので、意味を知っておくといいですよ。蛇腹。ヘビのお腹のような形や模様などのことを言います。実は日常生活のいろいろなところで目にすることができます。例えば楽器のアコーディオンやカーテンなどに使われています。蛇の目。円の中にさらに円があるような模様のことを蛇の目と言います。丸い形をしたもののデザインとして日本でよく使われています。有名な日本のミシンメーカー、蛇の目ミシンもここから来ています。長蛇。人気があるお店の前なのに並んでいる人たちを見たことがありますよね。並んでいる状態のものを列と言います。その列がとても長いとき、長蛇の列と言ったりします。蛇足。蛇の絵を描いているのに足を描いたら余計ですよね。同じように余計なこと、なくてもいいような無駄なことや言葉などです。言わなくてもいいのに言ってしまった時などに使います。
蛇に関する日本語の言葉いかがでしたか？蛇がとっても省エネな生き物だったとは知りませんでした。教科書では習わない言葉もあって楽しかったです。いろいろなことに興味を持つと新しい発見や学びがたくさんありますね。特に語学の勉強では大切なことだと思います。スキリズムの会話レッスンでは先生たちが様々なテーマを用意しています。中にはアニメや映画について話すレッスンや日本酒について話すレッスンもありますよ。楽しそうですね。そして今年は私たちが教える EJU 対策の動画なども出ますので、日本の大学を受験したいベトナム人の皆さんはぜひ受講してみていただきたいです。一緒に勉強しましょう。それでは2025年もよろしくお願いします。天学大カンパニエ